今回は水っぽくならないシンプルで美味しいホクホク塩かぼちゃの作り方をご紹介します。煮崩れもなく素材の旨味が凝縮するシンプルな調理法です。後半では簡単リメイクレシピもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。まずはかぼちゃ。1/4個用意しました。かぼちゃは売り場に並んでいるものをよく見て、なるべく色が濃いものを選ぶようにしましょう。種と綿を丁寧に取り除きます。かぼちゃは綿や種の部分が傷みやすいです。なので、買ってきたらできるだけ早く綿と種を取り除くと比較的長持ちします。この状態だとグラグラして切りづらいので、側面をまな板につけると安定します。あとはテコの原理でスパッと切りましょう。硬くて包丁が入りにくければ入りにくいほど美味しいかぼちゃを引き当てたということです。皮をところどころ剥くと見た目が上品な仕上がりに。面倒な場合は省略してください。食べやすい大きさに切っていきます。できるだけ均一な大きさに切ると加熱ムラがなくなって美味しくなります。切ったかぼちゃを鍋に入れます。お塩を小さじ1/3入れます。このお塩はかぼちゃに味をつけるものではなく、かぼちゃの旨味を引き出すためのお塩です。まんべんなくお塩をなじませます。皮を下にして並べます。かぼちゃが重ならず、かといって隙間だらけにもならない、ちょうど良いサイズのお鍋を使うのが理想です。並べたら最低でも30分、できれば一晩冷蔵庫で休ませて、塩の力でかぼちゃの水分を引き出します。これがホクホク塩かぼちゃを作る大事なポイントです。かぼちゃによっては30分休ませるだけでホクホクになりますが、品種の違いなどにより、もともと水分が多いものは30分では足りない場合もあります。時間を長く置くほどホクホクになりやすいので、急がないときは1日くらい休ませるのがおすすめです。休ませている間、お鍋を使えないと困る場合は、ボウルなど別の容器で準備しておきましょう。乾燥しないように鍋蓋やラップは必ずしてください。1日経ちました。かぼちゃから水分が出ています。この水分を利用して蒸し焼きにしていきます。まずは中火。ジュージューと焼ける音がしたら弱火にします。弱火のままなるべく蓋は開けずに15分蒸し焼きにしましょう。蓋は開けずにといっても水分がなくなって焦げてしまっては大変なので、時々様子を見て焦げそうだったら水を大さじ1から2杯入れてください。15分蒸し焼きにしたら火を消して蓋を開けずに5分ほど蒸らします。5分ほど蒸らすことでよりホクホクになるんです。いい感じに仕上がりました。鮮やかなオレンジ色が食欲をそそる塩かぼちゃは、ほんのり塩気が甘みを引き立て、冷めても美味しいのが魅力です。
冷蔵庫で保存すれば10日ほど日持ちし、冷やすとしっとり感が増して、また違った味わいを楽しめます。小分けにして冷凍すれば1ヶ月ほど保存可能で、お弁当のおかずやちょっとした副菜、またおやつ代わりにも活躍してくれる一品です。かぼちゃ料理の代表といえば煮物ですよね。塩かぼちゃはそのまま食べても美味しいですが、煮物にも応用できます。塩かぼちゃにめんつゆを少量かけます。おおよそ 100g ほどのかぼちゃに対して小さじ2から調整しながら入れてみてください。めんつゆを煮絡めるだけなので厳密には煮物ではないですが、煮崩れる心配のないかぼちゃの煮物風が楽しめます。今回はしっかりとした味付けにしたかったので、めんつゆは合計で大さじ1杯分入れました。塩かぼちゃと煮物風かぼちゃの完成です。どちらもホクホクとした食感とかぼちゃ本来の優しい甘みが引き立ってとても美味しいです。この塩かぼちゃは様々な料理に活用できるので、アレンジレシピもいくつかご紹介します。まずはホワイトソースを使わない簡単かぼちゃグラタンを作ります。玉ねぎ半分を薄切りにします。ハムやベーコン、鶏肉などお好みのお肉も入れます。今回は昨晩の残りのチキンステーキを入れました。玉ねぎが透明になるまで炒めましょう。炒めたら塩かぼちゃを 150g ほど入れます。ここに牛乳や豆乳などお好きなミルクを 150ml 入れます。塩を小さじ1/3入れます。弱火でコトコト煮詰めていきましょう。小麦粉などを入れずにかぼちゃでとろみをつけるイメージです。粉を入れない分、ダマになって失敗してしまうリスクもないので安心です。かぼちゃを潰しながら煮詰めていくとだんだんトロトロになってきます。煮詰まってきたら OK です。最後は塩で味の調整をしてください。この後チーズをかけて焼くので、味は若干薄めにしておくとちょうど良くなると思います。最後にチーズをのせます。表面に焼き目がつくまでトースターで7分ほど焼きます。完成です。粉物、バターなどを入れていないので、もたれずにあっさりといただけます。玉ねぎとかぼちゃの甘み、塩だけのシンプルな味付けで、素材の味をしっかり楽しめるグラタンです。最後はかぼちゃのお焼き。余った塩かぼちゃを潰します。
片栗粉を大さじ1とチーズを大さじ1加えてよく混ぜます。チーズは大さじ2から3入れるとトロトロが増して、これもまた美味しく仕上がります。今回はとろけるチーズを使いましたが、スライスチーズなどで代用できます。スライスチーズの場合、半端が出るのも困るので1枚使ってくださいね。一口大に丸めながらフライパンに並べます。かぼちゃや人参などに含まれる脂溶性ベータカロチンは、油と合わせると吸収率が格段に上がるので、チーズとの組み合わせはおすすめです。弱火と中火の間の火加減で表面に焼き目がついてチーズがとろっとするまで焼きましょう。フライパンではなくトースターで焼くこともできます。トースターで焼く場合も表面にこんがりと焼き目がつくまで焼いてください。焼けたらお皿に盛り付けて完成です。もちもちとした食感がたまらないおやつにもぴったりな一品です。どのレシピもとても簡単なのでぜひ試してみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。